長澤博之さん、当時15歳。爆心地からおよそ2キロ離れた南町にあった広島師範学校の寄宿舎で被爆しました。前の晩、空襲警報が発令されて警備に当たっていたため、8月6日の朝は仮眠をとっていました。強烈な爆風で倒壊した建物の下で命を落とした友人。駆け込んだ救護所で目の当たりにした被爆者たちの悲惨な姿が今も忘れられないといいます。原爆投下という人類の過ちを二度と繰り返してはならないと強く願っています。昭和19年の7月に広島師範学校へ入学しまして、それからは、宇品の暁部隊へ短期動員で出動しました。一回ね、大きな事件いうんですか、隊列を組んでちょうど出潮の方でしたかな、歩いて宇品へ向かって行っておりましたらね、アメリカの飛行機がもう見る間に来まして、低空で来て顔が見えるぐらい飛行機の機種が。で機銃掃射バッバッバーッと撃たれたんですよ。その時威嚇射撃じゃったんじゃろう思うんですが、これは兵隊じゃなしに学生じゃろう思ったんかは知りませんが、命中はしませんでした。それ急いで防空が入ったんですが、本当に助かりましたよ。あの時は本当にだいぶまともに行ったらもうお方死んどるでしょう。低空ですから。びっくりしましたね。もう本土決戦にはいう皆空気がありました。だからね、もしもそういう事態になったらどういうふうに我々は抵抗すりゃいいんじゃろうかいうことも考えておりましたが、その限度はもう知れておりますからね、そこまでの決意はありましたね。短期動員が切れまして、普通の学校の授業いうところまで行きませんが、警備に当たるようになったんです。そうして、当日の前の前夜8月5日ですか、これ空襲警報が発令されましてね、でまた警備について、その時は2年生が、大半が秋郡の奥外という村がありましてね、そこへ学校林があって、そこの下枯れに行ったんですよ。2年生の大半、70名ぐらいですか。で残ったのが我々7名が残ったんですよね。で1年生が80名前夜に警備に当たりました。それの代替えとして翌日仮眠する時間ができたんですよ。1年生の半数はもう本校の方の警備で出まして、残ったのは40名で、我々7名で8月6日の朝の8時15分をそこでみんなが迎えたわけですよね。でみんなおそらくみんな仮眠をしとったろう思うんですよ。で私たちもね、同級生が自習机の反対と向こう側に1年生、私と同僚がどういうんですか、通信隊がありましたから通信隊側へで
同僚はどういうんですかね、廊下側へ寝とったんですよ。そうしたらバーンというだから寝とるもんですからね、全然鉄器が来たいことがわからんかったんですよ。わからないんですわ。でいつの間にかこれ爆風でバーンと倒れたんですね、その校舎が宿舎が。でそれは昔の師範学校の跡地だったものですから相当古い木造の建物で、私が1寮3室ですか、そこでその当時そこの部屋でおったわけですが、1年生が3名、私が同僚が2名、爆風でたちまち倒れましてね、倒壊しまして、私は開花なもんですから倒れたらもう全然真っ暗で出るところが見えてこないんですよね。でどういうにもがいたものか知りませんが、自力で這い出たのが30分ぐらいかかりましたか。その時に同僚は2階の防火用水がまともに当たって即死状態だったろう思うんですよ。出てきませんでした。足を引っ張り寄ったんですよ、私出る時に。即死じゃなかったんじゃろう思うんですね。その足を引っ張るのがだんだんと緩んだもんですから、これはもう普通の状態じゃないのとは思いました。で私は一人がもがいて1年生に助けを求めてようやく這い出た時に見たら、もう広島の南町1丁目から見るところはガスタンクの方から全部焼け野原になっておりました。これにはびっくりしましたね。何の爆弾じゃったろうか、特殊の爆弾じゃったんじゃろうなあいうふうに思いましたね。怪我はね、ここガラスが入りましたね、ガラス線が。あとは別にどういうんですか、付けの中へ入り込んだいうこともありましたんですので、別に外傷はありませんでした。でもちろん室内ですからやけどもせず、放射線もあまり浴びたこともなかったんじゃろう思うんですよ。割と元気でした。キノコ雲がですね、もう私たちが逃げるのを追っかけてくるぐらいのような感じでどんどんとこう迫ってきましたね。キノコ雲にはびっくりしました。生き物のようでしたわ。宿舎の隣が農場がありましてね、その農場の一角に学校長の官舎がありまして、で校長来られて、長歌を脱がれて僕に履いて救助に当たってくれ言われたんですが、その長歌が入らないんですよ、私の足に。それで校長にすまなかったんですが、お返ししたようなこともありましてね。それどころじゃない、私が被爆者ですから、もう救助どころじゃない、もう救護所へ行くのが急いでるものですから、南の国民学校がちょうど救護所になりましたもんですから、校庭がそこへもう今のやけどから肉片が飛び出る、芽が出る、哀れな姿で泣き叫ぶ、特に女の人が多数そこへ来ましてね、泣き叫ぶような泣き声を聞いただけでも話をしてあげようかいう気持ちが起きないんですよね。私たちが割と元気なもんですから、どういう手ですか、残酷なこの世の地獄のような感じでそこへ集まっておられる方に
申し訳がないような感じがしましたね。部員さんの処置をしてもらうのにとにかく処置風にその当時の薬もありませず、ただ油を塗ってもらってやけどの後へ塗ってもらうぐらいで、みんながそれではなんですよね、完治するようなところも行きませんよね。だから私もね、それから割と軽症じゃったもんですから、友達で歩いて香港の方へ行った方が安全じゃろうと、こういうふうに思いましてね、あれから霞町からずっと東雲の方へ出て行ったんですが、出潮ですか、あの辺りまでがまだ被爆者が随分おりましてね、みんなやけどが多かったですよね。で泣き叫ぶ私たちは助けてください、学生さん助けてください言われるんでも、私たちはどうしようもないんですよね。そういう皆さんのそういう状態を見てもね、どこへ連れて行っていいもんやら分からず、私たちはとにかく香港へ行くのがいっぱいで、東雲の農家はブドウ畑いうんですか、ブドウの棚が随分ありました。そこへもだいぶ被爆者が座り込んで、学生さん助けてください助けてください言われるんですが、私たちは返事もできず、どういうんですか、香港の灰をつきたいいう気持ちで振り切って香港に行ったわけですよね。そして武道場が1年生の半数と私たちが行って武道場が9号所になりまして、そこへみんな寝泊まり3日間ほどしました。本土へ帰ったのは3日目に帰らせてもらいました。それも朝だからこの島の方へ帰る同僚下級生と一緒に宇品まで歩いて出ましてね、それから船でそれぞれの故郷へ帰ったんですが、帰っても3日ぐらいでしょうか、ずっと寝たきりでね、熱は出るし上言は言うし、どういうんですか、親は心配したそうですね。で3日ぐらいして割と回復したような感じでした。親も恐れたんじゃろう思うんですよね。その爆弾の今の原爆後の状態を聞いて、だから3日後に私が帰った時は本当にびっくりしておりました、みんな。まさか帰ってくると思ってなかったんだろう思うんですよね。3日間後はね、どういうんですか、家の職業は農業だったもんですからね、祖母と母親に惹かれて畑へ出たり、どういうんですかね、昔の竹林の開墾ですか、開墾をするのに全部畑を耕したりして手伝っておりました。おばあさんの仕事はね。2か所親戚がありました。船入川口町いうところがありましたね。特にその近くに県庁、今の広町がありましたから、県庁入り口いうところのバス停の近くに私の母の姉がおりまして、そしてその場の妹が加古町におりましてね、この加古町におるおばは子供がみんな
私たちと同じような年代だと思うんです。そこへも時々行っておりました。姉の方は船入り家具町だと思うんですから、割と建物も倒壊せずにね健在でしたが、過去町の夫婦はおじさんは、食料鉱山に行ってちょうど夜勤で帰る時間だったろう思うんですよね。だから自転車で八丁堀から過去町まで帰るどっかの道中で被爆であったんだろう思うんです。それとおばは建物外へ出まして、これも全然身元が分からず被爆したんやろう思うんですね。だから2人とも死亡しました。はい。探すいうところまではどこまで探したもんか分かりませんが、結局は分からないままで今現在も納骨はできておりません。はい。本当に、どう言っていいでしょうか。この世が本当こういうことがあっていいんじゃろうかというような感じがしましたね。本当に残酷でしたね。草木も生えないような広島の街を見た時は本当それは被爆した私たちでないとわからんでしょうが、本当どういうですか、普通の焼け野原とは全然違う状態だったもんですからね。ああいう惨状は見たくありませんでしたね。また言いたくもありませんでした。日本と同じように今後被爆国を作らないように、もうとにかく原爆は二度と使うことのないような国になってもらいたいと思いますよね。